折り紙で作るちょっと変わった見た目になるもみじの葉っぱとイチョウの葉っぱの秋の飾りの作り方をご紹介します。それでは作っていきます。まずはこの折り紙をひし形に向けまして、この状態で三角に半分に折ります。半分に折ったらこれをまたさらに半分に折ります。折ったら広げます。広げて上下を変えまして、そしたら下の頂点を真ん中上の方に持っていきます。次にこの折り紙を裏返しまして、でこの状態でさらに半分に折ります。半分に折ったらこれをまたさらに半分に折ります。はい、ここまで折りましたらこれを伸ばします。そうするとこのような感じで折り筋がいくつかつきました。同様のものを残り3枚追加で作ってください。合計4枚使用します。まずは1枚目。この折り紙を、開きまして、こうですね。この状態で、真ん中に折り筋ができていると思います。この折り筋に沿ってハサミで切ってしまいます。真ん中の部分で切りました。このサイズのものは1枚だけ使用します。そしたら次こちらもう1枚の方を切っていきます。2枚目の折り紙ですね。2枚目につきましては下の折ってる部分から1段上のこちらの折り筋、ここを起点にハサミで切ってしまいます。1段目をこのように切りました。そうしましたらこれを広げますと、このような感じでやや小さめなものができます。これは2枚とも使用します。そしたらまたこちらですね、3枚目使っていきます。3枚目も下の方から2段目ですね。2段目のところをハサミで切ります。2段目のところをハサミで切りました。こんな感じですね。こちらもややちょっとちっちゃい、さらに小さいものができます。そして、4枚目ですね。これにつきましても下から1、2、今度は3段目。3段目のところでハサミで切ります。3段目も同様に切りました。さらに小さいものができます。そしたら今度は作ったものを蛇腹に折っていきます。この紙は一番大きなサイズのものになりますが、これを裏返しまして、一番下のこちらの折り筋、これをですね、手前の方に向けてこのように折ります。1段目を折りましたら、あとはこのままですね、蛇腹折りをしていってください。はい、蛇腹に折りますと、こんな感じの見た目になります。一番大きなものをやりましたが、今度はその一つちっちゃいものですね。これにつきましても同じで、裏返して、下の1段目のところを、このように折ります。あとはもうこのまま蛇腹折りをしていきます。はい、こんな感じです。他のものもですね、同様に裏返して1段目を手前に向けて折る、そして蛇腹折りという感じで作ってみてください。残りのものも同様に裏から手前にこうやって折っていくような折り方で作っていきました。そしたらこれをボンドで接着していきます。蛇腹に折った折り紙をこの向きの状態で半分にします。で、この時にですね、この先端の部分が、合うようにしてください。で、先端の部分が合いましたら、下のこちらの方もしっかりと折ります。はい、こんな形ですね。で、そうしましたら、ちょっと開いて、
この内側の方にボンドを塗っていきます。ボンドを塗ったらこれを閉じて接着します。はい、こんな感じです。他のものも同様にですね、蛇腹に折ったものを半分にしまして、で、先端の部分を合わせた状態で下の方を折ります。折ったら開いて、この中の方にボンドを塗っていきます。ボンドをつけたらこれを閉じます。このような感じでですね、他のものも同様に接着してください。他も同様に、接着しました。で、そうしましたら今度はこちら、最初に切ったものの切れ端、このうちの1段目を切ったものだけのやつですね。これを使います。1段目だけの切れ端を、開きまして、で、色がついてる方が谷折りになってますんで、これを山折りに変えます。山折りに変えたらこれを半分に折ります。折ったら開いて、この片方のところにですね、ボンドを塗っていきます。ボンドを塗ったらこれを閉じます。閉じたらこれらを接着していきます。貼り付ける順番は真ん中が一番大きくて、外側に行くにつれて小さくなるような感じになります。なのでまずは一番小さいやつ。この一番小さいやつの側面、中央の部分から一つ二つのこの三角のところにボンドを塗っていきます。ボンドを塗ったら、その次に大きいものを今塗ったところに合わせて貼り付けます。下の部分を揃えて貼ってください。下の部分を揃えて接着しましたら、またこちら横の方同じように一つ二つ目のところにボンドを塗ります。ボンドを塗ったら次に大きなものをこちら下の部分を揃えて接着します。もう同じような感じですね。横の方、下の方にボンドを塗って、そして、また貼り付けると。このような感じで他のものも貼っていってください。下の方をすべて貼り付けるとこんな感じのものができます。で、そうしましたら今度はこちら、切れ端のものですね。これも貼り付けるので、左右どちらでもいいので、先ほどと同じように根元のところ、1つ目と2つ目のこの三角の部分にボンドを塗ります。塗りましたら、こちら、真ん中の折った方ですね。ここを、このような形ではなく逆ですね。折れ目の部分とボンドをつけた部分を合わせるような感じで接着します。はい、こんな感じです。あとはこのボンドがしっかりくっつくのを待ちます。ボンドがしっかりくっつきましたら、今度は末端のこちらを貼ってない部分ですね。ここにボンドを塗ります。塗る場所は同じになります。で、これを最後はこのように閉じるようにして接着します。下の部分がくっついたら、これでちょっと変わったもみじの完成になります。もしもですね、このもみじのこの軸のところですね、これが長ければハサミで切っちゃってください。では続きましてイチョウの葉っぱを作っていきます。こちらは簡単です。まずはこの折り紙を半分に折ります。折ったらまたさらに半分に折ります。折ったらまたさらに半分にします。ここまで折りましたらこれを伸ばします。開きますとこのような感じで折り筋ができますので、一番端っこのこの一段だけですね、この部分をハサミで切ってください。一段目だけハサミで切りましたら、今度はこれを、このまま蛇腹の状態に折っていきます。はい、このような感じで蛇腹のように蛇腹折りにしました。続きまして蛇腹状態でこう畳んだ際に、色が、表に来る方、こちらを外側になるようにこのようにして折ります。
上の部分がしっかり揃ったら、真ん中の方、下の方を折ります。はい、外側に黄色の色がついてる方があって、真ん中の方は裏地の白が見える状態になってます。そうしましたら、ボンドで、この白地の真ん中程度のところまでボンドを塗ります。はい、真ん中程度までボンドを塗ったら、これを閉じて接着します。ボンドでくっつけましたら、残ったこちらですね。これもこの状態で半分に折ります。で、折りましたら先端のこちら開く方、ここをですね、5ミリ程度でいいので、このように、折ります。折ったら2枚重なっているうちの1枚を開いて、これを反対側の方に持ってきます。はい、このような形のものを作ります。ここまでありましたら、これを開いて、こちら真ん中の方から外側の方に向けてボンドを塗ります。ボンドを塗ったらこれを閉じて接着します。接着したらこの表のこの折ったとこですね。こちらにもボンドを塗ります。ボンドを塗ったら先ほどのもの、この下の部分ですね。こちらに合わせるようにしまして、で、接着します。もしもこの部分が長ければハサミで切ってください。で、真ん中の部分がしっかりくっつきましたら、これを、このように広げますと、こんな感じでですね、イチョウの葉が出来上がります。いかがでしたでしょうか。今回ですね、ちょっともみじの方、折り紙の枚数を結構使いましたが、このようにしてですね、ちょっと変わった感じのものを作ることができます。通常の折り紙1枚で作ると、こんな感じになるので、これを作って、で、さらに、アクセントとしてこういう風なものを作るのもいいのかなと思いますし、イチョウの方もですね、折り紙1枚で簡単に作ればするんですけれど、ちょっと手間をかけることによって、また、変わった感じのものを作ることができるので、これはこれでおすすめかなと思います。ぜひですね、これからの秋の飾りに作って飾ってみてはいかがでしょうか。それでは今回はですね、ちょっと変わったもみじとイチョウの、作り方のご紹介でした。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録と動画の高評価もお願いします。